んにちは。マニラ楽園チャンネルのはじめです。今回はフィリピンでよく使われているスラング、軽めの表現、若者言葉とかね、そういったものを紹介したいと思います。で、最近 YouTube でね、フィリピン人の YouTuber の動画なんかも見たりしてるんですけれども、そういったところでね、使われている言葉って結構その KTV の女の子と話している時の言葉とちょっと違うなみたいな表現も多く含まれているんですよね。なので、そういったちょっと気になった表現っていうのをね、もともと僕が知ってたような表現以外にもちょっと少しまとめてご紹介したいと思います。今回の動画で紹介する表現っていうのは、これだけ覚えておけばコミュニケーション円滑になるよとか、そういった類というよりは、どちらかというとね、これはちょっとオカマっぽい言葉だなとか、これはあまりにちょっと下品すぎる表現だから、こういうふうにオブラートを包んでね、使った方がいいよとかね、そういった観点でも紹介していきたいと思っています。で、よくね、これはもう KTV なんかでね、話してる女の子とかもよくある表現だと思うんです。サーヤンってありますよね。サーヤンって日本語的に言えば残念だなとかね、ちょっともったいないなみたいな、そういう感じだと思うんですけれども、これもともとの、英語的な意味で言うと What a waste っていうね、そういうゴミ的なね言葉なんですけれども、結構頻繁に使われますよね。でこれに関してはね、若い子、最近のその フィリピン人の YouTuber の子たちがね使ってるっていうのはあんまりそういえば見ないなっていう感じはするんですけれども、それでもね結構一般的な表現として街なんかでは使われてたりとかするので、この辺はね結構積極的に使っても問題ないのかなと思いますね。あと結構よく聞くのが「アイナコ」とかね、あれハイナクっていうのはもともとあれなんだナナイコポとかね、そういう感じのナナイってお母さんですよね。でコって、私のみたいな意味なんですけれども、なんなんですかね、これハイナコっていうのは全くもうみたいなね、そういう感じなので、ある意味ちょっと、お母さんの口癖的なね、なんかそういうものがそのまま口癖になっているみたいなね、そんな感じの言葉だと思いますね。あとジャスコとか、ね、ジュースカラーとかね、なんかそういうのありますけど、これは何でしょうね、多分ジーザスとかだね、ジーザスとかですかね、もともとの語源ね、これちょっともともとの語源調べずに今話しちゃってますけどね、そういう本当に一般的な人も使うけれども、正式なタガログではないようなね言葉っていうのはたくさんあります。その辺はねまたおいおい紹介する動画なんかも作れればなとは思うんですけれども、なんかね結構そういう流行り言葉とかって、フィリピンのテレビなんか見るとねオカマちゃん結構多いんですよね。でそういう芸能人が使う言葉がそのままなんか流行り言葉になったりとかしてるので、例えばありがとうのねセラマッポとかね、セラマってありますけど、あれをねシェラマとか、ね、言ったりとか、あの辺なんかねちょっと日本で言えばどんだけとかね、ちょっとあんたみたいなね、なんかそういう感じのオカマタレントが使ってるような言葉のそのままね使ってるって感じなので、それがね流行ってるからといって何回も連発してるとただの気持ち悪い人になっちゃいますんで、その辺ちょっと気をつけた方がいいのかなと。他にねチャロですね。チャロっていうのはジョークランとかね、タガログではジョークランとかですけど、ジャスタキリングみたいなね、そういう表現ですね。これも結構男の子とかも言ってるんですけど、もともと多分ねオカマ言葉だと思いますね。多分テレビ番組とかでよくタレントが使ってる言葉なんだと思います。チャロって以外にはチョースとかね、チョースっていう表現とかもありますね。であとは結構もう最近もうこの2年ぐらいはあんまり聞かなくなってきたんですけど、2年前なんかはもうみんな言ってた、口癖みたいに言ってたのはブンパンネースとかね、あとパックガノンとかね、そういう表現ありますよね。ブーンとかパッっていうのは、どっちか本当にブーンと一緒でドーンみたいなね、日本語言うとドーンとかバーンとか、そういうちょっと引きつけるようなね時に使う言葉ですよね。もうちょっと見てよみたいなね、なんかそんな感じの
感じの時に使ってるのを見ますね。まあ文パニースっていうのはなんかタガログで言うと文はパンのことで、パニースっていうのは臭いっていう意味なんですよね。なんかね、そういうちょっと腐ったパンとかね、臭いパンみたいな、なんかそういうもともとあるタガログの違う意味のものと音の感じっていうのをねかけて、まあ、スラングみたいにね使ってるケースっていうのはありますね。パックガノンっていうのもね、ガノンっていうのはまあ、like that、 英語で言うと like that なんで、まあ、日本語で言うとどういう感じですかね。まあでしょうみ、でしょうみたいな感じですかね、ガノン、でここでよくあるアコディバ語ってね、よく揶揄されるんですけどね、おじさんがアコとディバしか言ってないみたいなタガラエセタガラ語を喋ってるみたいなね、そういう話ありますけど、まあ、そこであるディバっていうのはね、でしょうっていう意味なんですけど、ディバとかってね結構言い続けてると、まあ、英語でもね「isn't it」とかそういうでしょでしょみたいな表現って結構めめしいっていうかね、ちょっとオカマっぽいなみたいな感じを受ける人が多いんですよね。で、まあ、フィリピンでもね結構ディバってあんまりね男は、反復的には言わないですね。たまには言いますけど、結構ね口癖的な感じで同じような言葉を使うのは女の子の方が多くて、男はね結構ねどんどん言い換えていくようなね、なんかそういう傾向があるような感じしますね。なんでまあずっとねディバディバ言ってると本当アゴディバ語っていう感じになっちゃうんで、まあガノンとかねそういうなのもうまく取り入れていくといいと思います。まあバックガノンとかもね、バックガノンとか、まあ、ちょっと違う意味で、ね、使われることも多く、それでみたいなね、みたいな、まあ、そういう感じの時にも使うし、まあなんていうんですかね、あんまりねもともとの意味とかっていうのは関係なくノリでねそういう言葉が使われてますね。あとはそうですね、まあ、オカマ言葉だとそんな感じですかね。でまああとはねよく悪いスラングっていうか悪い言葉として絶対最初にね言われるのがタンギナとかねクーターとかまあクータンギナモっていうのがお前の母ちゃん売春婦だみたいな、ね、そういう意味なんですけど、それをあんまりねそのまんまわって言っちゃうのは結構本当にね喧嘩の時とかそれぐらいですね。でちょっと冗談っぽく、まあ、この野郎とかね冗談っぽくなんやねんみたいなね、なんかそんな感じで言う時はプーターとかね、バンギナーとかそういうちょっとノリでちょっとオプラートに包むようなことが多いですよね。であとは英語で言うとファクシットがありますけど、それもねファクシェットとかちょっとねなんか若干赤ちゃん言葉的なね、そんな感じに言い換えてちょっと丸くするとかね、そういう使い方ありますね。あとプーチャとかね、プニエータとか、プニエータはちょっとプータンギナとかと一緒でねかなり、腹立ってる時に言ってるような気がします。僕はポーカーやるんですけど、ポーカーでね結構僕は英語でわーって喋るんで、ちょっと気に入らないこととかあると指摘するんですよね。でまあフィリピンの人たちってね基本的にみんないいやつでノリも良くてね愛嬌あるんですけど、まあ若干ね図星をつかれたようなことを言うとね、もともと日本人ってなんかちょっと笑ってごまかしてね、なんか優しいみたいなね、気が弱いみたいなイメージを勝手に持ってる子たちっていうのがいて、わーって言い返されるとねえってなって逆に怒り出したりとかね、それでねよく口論とかなってきますけどね、まあそういう時とかねプニエーターとかね、出てきますよね。あとそうですね、まあ大体ねやっぱりサンガビーチとかねああいうのと一緒なんですよね。でまあそれを少し緩めるような感じでね他にアナクナンプーターとかね、これはなんていうんですかね、もうそういう、アナクっていうのは子供のことですけどね、サノバみたいなサノバビッチの言い換えみたいなね、アナクナンプーターとか、ね、あとはそうですね、アナクナンカンモーテとかね、
カモーテって本当はさつまいもの意味なんですけど、なんか薄のろ的なね、ちょっとドジとかね、そういう意味もあるみたいで、アナクナンカモーテとかね、まあ、そういう表現で丸めることが多いですね。まあなんか悪口みたいな、まあそういうね悪い言葉っていうのは結構知る機会が多くなっちゃってね、なんかその辺のネタばっかりになっちゃうんですけど、まあ他とかだとね、まあとね、結構若い子らが外で飲んでる時とかにね、友達同士でふざけ合って言ってるあれがレーチェってよく言ってる、レーチェとか言ってるんですけど、レチェってスペイン語と一緒でミルクの意味ですね。牛乳とかの意味なんですけど、まあこれもね、まあ、隠語的には聖域的なね意味も持たせたりとかしていて、まあちょっと、下品な話で笑いにオチをつけるときに、まあ、レーチェとかですねいうことがありますね。他にね、そうクパルっていうのがね、これフィリピンではカリフラワーの意味なんですけど、カリフラワーってね男性器のねそれを指すっていうのがあるんですけど、その中でもね皮がかぶった男性器、それのことをねクパルって言ったりとかします。なんでちょっとこっちがねタガログは分からないと思ってね冗談で言ってきたりとかして、僕とか知ってたりする、お前ふざけんな、お前のもチェックするぞっつってねやってたりするんですけど、はい、あとは、そうですね、よくある、アニマルとかっていう言い方、まあこれねアニマルって、まあちょっと部別的な表現ではあるけど、結構一般的にさっきのレチェとかと一緒でね、なんか頻繁に聞きますよ。まあこれね、またまたみたいなね、なんか典型的なことをやったり、なんていうんですかね、あとはちょっと突飛なことをやったりとか、まあそういろんなシチュエーションで使ってますね、アニマルみたいな、まあそれの逆で言うと、そうアイドルとかね、アイドルとかですね、ちょっとそれアイドルのことですけどね、若干お前ぶりっ子してんじゃねえのかみたいなねとか、あとなんかちょっとね自慢的な話をしてる時にね、すげえじゃんみたいなのをね、ちょっと揶揄的にね、それはあくまでジョークとしてですけど、アイドルとかね、ローディっていうアイドルの綴りをね逆にして LODI にして、ローディって言ったらね言いますね、ローディタラガーとかですね、まあ、本当アイドルみたいなこと言ってんじゃねえみたいなね、なんかそんなね、まあどっちかっていうとちょっとおだてる感じのねジョークの時に言いますかね、あとね、そうですね、まあそれに近い感じで言うと、そうですね、そう短縮語的な意味でね、若干不思議な表現っていうのは、ね、よくねロールとかって言うんですよ。これって LOL って英語でラッフィンアウトラウドリーってね、それの略で、日本で言えばかっこ笑いみたいなね、そういうネットで使われてるようなスラングだったんですけど、それをね口に出してねロールとかって言ってるね若い男の子がよく見ますよね、この辺は若干フィリピンっぽいのかな。まあもしかしたら英語圏でもそういうこと言ってる人がいるのかな、ちょっと分かんないですけどね、あと略語的にはアニャレとかね、アニャレ what happened、 これアノンなんやりっていう意味らしいんですけどね、アノンなんやりが what happened ですね。なんか最近なんかあったみたいな、アノやりって、あとはアンサーベッ、これは英語で言うパードンみたいなね、what did you say、 なんかそんな感じですよね、アノンサービーモン、アノンサービーモンですね、なんて言ったのみたいな、アンサーベッ、そういう感じの略語がですね。あとそうよく聞く略語ベスとかね、ベスはよく女の子はねよくベスとかっていうね、ベとかね、ベス、これベストフレンドの略で、友達を呼ぶときですね。ベス以外なんかそうです。あと男はねよくね
パレとかね、プレーとかって言いますね。これは多分ね、男女両方女の子も言ってるの聞いたことあるかな。でもね、ほとんど男が友達をブラザーみたいなね、そういうノリで言う時にパレとかね、プレーとか、そういう呼びかけをしてますよね。はい、あとはそうですね、トールとかね、トールってウトルなんですね。ウトルがブラザーの意味です。タガログでね、それをトールとか、そういう呼びかけたりとかしてますね。まあなんでブラザーとかね、ブローとか、そうフレーンとかね、そういう言い方をしますけど、まあそうやってね、いろいろタイミングによって言い換えを男の子はしてる感じがしますね。まあなんかね、ちょっとタガログ寄りのね、パレとかって言った方が本当の友達って感じがあるのかなというのはありますね。ダチとかね、連れとか、なんかまあ日本語で言えばそんな感じなんですかね。兄貴とかね、そんな感じかもしれないですね。あとはそうですね、よくね、まあ、たまにしか聞かないですけど、ネットでね、スラングっていう感じで調べてると必ず出てくるのは、ね、ペットマルーっていう表現ですね。これはマルーピっていう意味で、マルーピットがファビュラスとかワンダフォルとかそういう感じだと思うんですけど、まあちょっとね、これやべえみたいなね、なんかそんな感じの時に、ペットマルーとかですね、なんか言ってますね。その辺は結構有名なスラングかもしれないですね。でもね、あんまり KTB の女の子は言ってるのは聞いたことはないかな。多分、屋外のね、飲み屋とかでフィリピン人同士でわーっと盛り上がってる時にね、言ってるかな。そんな感じがします。あとチーボークね、チーボークっていうのはパーティーとかね、みんなで集まってご飯食べる時のね、チーボークターよとかね、あとこれチーボークもひっくり返して僕チーターよとか、なんかそういうの、まあ学生かな、ちょっと若者言葉すぎるかもしれないですね。まあ普通はね、会員ターよとかね、そういう表現が普通だとは思うんですけど、そうそう、マティーガースってね、ティーガースとか、あれが強いとかタフとかね、そういう感じの意味なんですけど、それをね、アスティックって言いますね。アスティック、ティガースをティガースっていうよりはアスティックとかって言ってることが多いですかね。あとはね、今度は略語的な感じで言うとね、ショーターっていうのはね、まあ、彼女みたいな意味なんですけど、でもね、これは本当の真剣な彼女っていうよりはちょっと腰掛けの彼女みたいな感じなんですよね。なんでショートタイムの略なんですよね、ショーターってね。ショーター以外にね、ジョーワーっていうね、言い方もありますね。ジョーワーはちょっと元々の語源とかわかんないですけど、ジョーワーとかショーターとかっていうのが若干軽い感じで付き合ってるね、もう婚約とかそういう感じじゃない、彼氏彼女関係みたいな、そういう時の相手のことを言います。あとは略語、そうですね、これね、プロムディって表現がある。これね、田舎者ですね、プロムディね。これはプロビンスのね、ひっくり返ってもいないし、短縮かな、なんかプロムディってね、プロビンスの、略語的な感じなんですけど、プロムディっていうのはね、田舎者のことですね。プロムディアコーとかね、ちょっとダサいことやっちゃった時にね、ジェプロックっていうね、ジップロックみたいな表現発音ですけど、ジェプロックっていうのが、これプロジェクトの反対言葉ですね。でプロジェクトってプロジェクトなんですけど、ケソンの方にね、プロジェクト2とかプロジェクト3とかプロジェクト4ってナンバーされたね、住宅エリアみたいなのがあるんですね。でああいうところはいわゆる日本でいう新興住宅地なんですけど、そういったところでね住んでる人たちって、それはもう昔の話ですけど、結構尖った人たちっていうのが多かったんですよね。今でもね、結構バンドマンとかね、ケソンのプロジェクト4とかプロジェクト3とか自分の友達も住んでますけど、辺住んでるっていうのがあってね、そういうね、ちょっとやんちゃな感じの雰囲気がある人とか、あとそういうちょっとガチャッとしたね、行動した時にジェプロックってね言ったりとかしますね。仲間っぽい人
だけどかっこいいみたいな、ボギーってかっこいいって言葉ありますけど、あれをねポギとゲーで組み合わせてねポガイって言ったりね、そういう言い方もありますね。ポギーとかね、あとグアポの略語みたいな感じでね和風とかね、なんかちょっと2枚目というよりはなんか3枚目的なね、なんか雰囲気あってなんかかっこいい感じなんだけどちょっと物足りないみたいなね、そういう時に、ね、和風とか、ね、和ファとか、ね、そういう言い方でね丸くしてジョークに、ね、持ってったりとかするケースありますね。なんでね結構そうこうやってね話してる間にそうなのかなと思い始めたところもあるんですけど、フィリピンのねちょっと若い子たちがもう普段通りの感じでタガログ喋ってるようなね動画とかを見てると、みんなねあんまりなんか男の子は特に同じ言葉を何回もなんか口癖みたいに言うっていうのを避けてるかもしれないですね。結構ねいろんな感じでね言い換えをしていってますね。英語も結構そういうところありますけどね、英語ってなんか言い換えながら話盛り上げていく、リズムを作っていくみたいなところありますけど、なんかねフィリピンの一般的なコミュニケーションっていうのはそういうところありますね。で悪口的なね言葉も少しね丸めて違う言い方で言うことによってちゃんとジョークでね落とし込むみたいなね、そういう感覚もありますね。なんかねそういったところに着目していろいろねタガログに接していると結構面白い表現とかね、フィリピンなりのユーモアみたいなのを身につけたりとかできると思うので、今日紹介したので本当一部なんですけれども、大体ねよく使われているような、最近よく使われているようなね言葉は紹介したかなと思います。おじさん臭い言葉とかね、なんかその辺もおばさん臭い言葉とかね、ジェプロックとかおばさんとかしか言ってるの見たことないかな。そうですね。そういう表現もあるんで、なんかねその辺なんかもちょっと気をつけてね見たり聞いたりとかしていると、いろいろとこれからのねそのコミュニケーションに役立てることができるんじゃないかなと思います。ぜひね、今回のきっかけにいろいろご自身でもねこんなことを言ってたなみたいな気になったのがあったらね、どんどんね調べてみてもらったら結構出てきますんでね、なんかその辺もこういう表現もあるよとかね、そういうのがあればぜひコメントなんかにもいただけるとまたブラッシュアップして、ね、紹介したいと思います。今度ねこれはタガログだと思ってるんだけども、実はKTV とかねそういう夜のお店でしか使われてないような用語であったりとか、そういったものを紹介しても面白いかもしれないですね。今後もねちょっとタガログ語講座みたいなのはね、僕も別にタガログねペラペラ喋れるわけじゃなくて、知ってて基本はねやっぱ英語で喋ったりとかしてますんで、そういう向きではないんですけど、なんかネタ的にね面白い切り口があればこういうタガログ語の紹介っていうのも引き続きしていきたいと思ってますので、ぜひとも今後もよろしくお願いいたします。まだねチャンネル登録されてない方とかいらっしゃいましたらぜひねチャンネル登録しておいてください。で、いいねとかねコメントなんかもいただけると本当嬉しく思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。では。